ボリスのたけしです。ボーカルとベースとギターです。今日は、ペダルショップカルトに、来ています。でEQD から、綿のシグネチャーモデルの、歪みタスが、リリースされまして、今日はその、インプレッションといいますか、ちょっと音を出したり語ったりしたいと思います。よろしくお願いします。歪みタス、最初にねEQD の一番最初に、タカさんとか、ジェイミーが日本に来た時にからずっと親交があって、でその頃から一緒に何かやりたいねっていう話はずっとあって、でやっぱり綿が今までずっとメインで使ってるエルクのビッグマフ、もうこれはもう絶対にボーリスのサウンドに欠かせないものなので、もうそれの、クローンっていうかな、全く同じものが出るっていうのは、一番簡単そうだけどすごい難しいことで、誰も今までできなかったこと。でもその EQD のやっぱりみんなのね技術力だったりとか、あとそのペダルにかける情熱とかすごいものがあって、で綿も絶対にその自分の理想っていうのを妥協しないで、もうずっと突き詰めてとにかく作り込むで完成したものなので、ブラインドテストしたんだけど全然分かんなくて、違いが多分そのぐらいすごいものだと思います、歪みタスっていうのは。歪みタスの名前の由来っていうのは俺がつけたんですけど、最初はねその綿のシグネチャーのファズペダルを作るって言った時に、ボリスの例えば曲名からねつけてみようかとか、いろんなアイデアがあったんだけど、綿はそのゲームとかね、もうポケモンとかがもう大好きなんで、そういうところからねちょっとつけてもいいかな、キャッチーな感じというか、何々ペダルとかじゃなくてね、なんか親しみやすいような感じがいいかなと思って、で本当に思いつきで、いないんだけど歪みポケモンみたいなねイメージで歪みタスっていうのどうみたいな、本当に思いつきで、もうその時はまさかね正式名称になるとは思わなかったんだけど、最終的にみんな EQD のねみんなが気に入ってくれて、でも歪みタスっていう名前になりました。でそのねペダルの筐体のそのイラストなんですけど、ボリスのアルバムで「ラブ&イブル」っていうのがあって、それのアートワーク、イラスト描いていただいた斉藤真美さんっていう方がいまして、でその方に頼んで、その架空のポケモンのような、生き物を描いてほしいっていうことで、本当に素敵な可愛らしいイラストを描いてもらって、それもあってすごい歪みタスっていうペダルがねすごい親しみやすいものになってるかなっていうふうに思います。はい。ボリスの音の中心はもちろん綿のギターサウンドっていうのが一番でかいものなんだけど、ただ曲を作ったりとかスタジオに入ってねジャムセッションでやっていくんだけど、松尾と、例えばキーワードのねテーマとかそういうのを出し合いながら、で新しいペダルをね試したりとか、そういったとこから曲ができてくる。で仕上げに、綿のギターが入るんだけど、もうそれでもボリスの音になっちゃうんだよね。だからいろんなペダルとか、あとそのアプローチ、曲に対するアプローチとかはすごいもう試したりとかするんだけれども、綿が全部持っていってしまうっていうかもう綿のギターが入ったらもう全部ボリスの音になるので、はい。ちなみに一番長くたけしさんのボードで長く鎮座してる歪みペダルっていうのはありますか？ここにあるドゥワーフクラフトの、オークレアサンダーっていうファズがこれもずっとメインで、それ以前はこのねボードのここにあるこれは綿と同じくエルクのファズなんだけど、俺のはスーパーファズサスティナーといって、またちょっと違う音色の
ペダルで、これをずっとメインで使ってたんですけど、ドワーフクラフトのベンがね、このファズをね送ってきてくれて、でちょっとびっくりして、あまりの音の良さに。あとその、モデル T と一緒に鳴らした時の相性もバッチリで、でもすぐにこうメインに格上げというか、もうすぐにペダルボードを入れ替えて、それからもうずっと、このファズですね、これがもうずっとメインで使ってます。ファズっていう音よりはどっちかというとディストーション寄りの音がやっぱり好きで、だからビッグマフでもそのトライアングルとかね、ラムズヘッドとかっていうよりはどっちかっていうと80年代のビッグマフの方がなんかジャージャー言ってる感じっていうかな、ドンシャリ系のああいう音のが基本的には好みなんで、このドワーフも結構ローも出るし、芯はあるんだけど、その俺が好きなその広域のチリチリした部分っていうか、こうシャーっていう部分が結構出るんで、あとこのアンプとの相性、押し出し感がちゃんとあるっていう感じが好みですね。はい、じゃあ今日はねメインの歪みを歪み足すにして、で、俺が普段使ってるドワーフのファズとの対比というか、どんな風にね音が違うかっていうのをちょっと弾いてみたいと思います。じゃあ最初歪み足すから。で、次は俺がメインで使っているドワーフの方で。次は、全部のアンプを鳴らします。こんな感じです。うちの曲でよくあるのは、ドロップチューニングで、4弦が G シャープなんですけど、5弦も6弦もね全部 G シャープまで下げちゃうっていうやつがあって、ちょっと。
具合に結構弦がこうベロベロになってもちゃんとサスティン稼いでくれるんで、はい。さっきのね、チューニング同じチューニングでうちのラブレスっていう曲があって、で EQD の方でね、そのラブレスのセッションも公開されてるんで、その曲の、メインのリフをね弾いてみたいと思うんですけど。さっきはねギターのループのチェーンの方に歪み足すを入れていろいろと弾き比べてみたんですけど、次はベースのループのチェーンの方に入れて歪み足すどういう音になるかっていうのをちょっと弾いてみたいと思います。で、EQD セッションで公開されてる「ヘビーフレンズ」っていう曲があるんですけど、でそれを弾いてみて、で途中で歪み足すの方に切り替えて、音がどんな風に変わるのかっていうのをちょっと聞いてみてください。はい。ダブルネック、俺のダブルネック、についてなんですけど、もう10年以上ずっと使ってて、きっかけっていうのはもともとベースだけを弾いてたんだけど、2000年に「フラッド」ってアルバムが出て、で、前半をギターを弾いて後半のラウドパートでベースに持ち帰るっていうことをしてたんですけど、ライブとかでね途中で演奏中に持ち帰るのがちょっと煩わしいので、ちょっとダブルネック、ベースとギターのダブルネックがあるっていうことを知って、で、ちょっと探してみて、手に入れたのが始まりで、一番最初に手に入れた SG シェイプのダブルネックは、うちの「悪魔の歌」ってアルバムの、ジャケットに使われてます。でそれから何本か手に入れながら、で最終的にこのファーストアクトのねジミー・アーチに知り合って、で俺のモデルっていうことで作ってもらって、これがメインのモデルになってます。はい。でベースアンプはもう最初からもうアンペグ使おうと思ってて、すごい重いしね持ち運ぶの大変なアンプなんだけど、すごいローも出るし、一番ロックなアンプだなっていう印象があって、ずっとアンペグを使ってたんですけど、ちょっとツアーとかのね持ち運びのこととか考えて、でちょうどその頃オレンジアンプから、ここにあるちっちゃいやつが出まして、でもう500ワットあるんで、出力とか音量感とかも申し分ないんで、それからずっとこれを使ってるんですけれども、で
今度このギターのモデル T なんですけど、アメリカのサンっていうバンドがいまして、昔から知り合いなんだけど、で彼らがずっとこれを使ってて、で、僕もツアーの時に使わせてもらったりとかして、でとにかく音がでかい、であと自分の好みの音が出るアンプ、初めて出会った感じなんですよね、このサンのモデル T っていうのが。でそれからもうずっともうこれだけを使ってますね。で台数がどんどん増えていって、こんな感じになっちゃってるんだけど、はい、いろいろね歪み足すちょっと弾いてみたんですけど、俺が使うならこういう使い方っていうあくまでも一例のようなものなので、これから歪み足すに触れる、みんなも、みんなの方がもっと面白い使い方できると思うんで、ぜひ手に取ってね試してみてください。でかい音で鳴らしてください。